こんにちは、チャイコと申します。前回の Q&A の動画で、良いスコアを取るための考え方のヒントとなるような情報を発信したいというお話をしました。今回はその一環として、私が一つのマップを攻略する過程で、どういったことを考えているのか、フルパーフェクトを取るまでの裏側をお見せしたいと思います。その前に、あらかじめ断っておきたいのですが、私はいつも偉そうな顔をして、ハイスコアを取るコツを教えますなどと言っていますが、ジャストダンスは良いスコアを取るだけが全てではないと思っています。一番は楽しんで体を動かすことで、スコアはそれに後から付随してくるものだと思っています。ですが、ジャストダンスの制作チームは、一つ一つのマップに対して、こういう風に踊ってほしいという明確ないと思って、振り付けをしたり、スコアリングを設定しているはずです。なので、ハイスコアを目指すということは、制作チームのこういう風に踊ってほしいという思いを探る作業だと私は考えています。ハイスコアを取ることと上手に踊るということは必ずしも一致しないかもしれませんが、ここを目指すことによって、そのマップの本質に近づくことができる。その結果、音楽に馴染んだ動きができるようになり、気持ちよく踊れるということにもつながります。そして、ゲームである以上、なかなかスコアが上がらないことでモチベーションが下がってしまう人もいると思います。そんな人を一人でも減らすことができたら、という気持ちでこういった動画を作成していることをご了承いただければと思います。と、なんか理屈っぽい話になってしまいましたが、どうぞ気負わずに本編をご覧ください。それでは、ここからは2人でお送りします。今回題材にしたのは、2025エディションから、デュアリパのトレーニングシーズンです。このマップは、2025エディションを購入してすぐぐらいにカメラコントローラーでプレイしたのですが、ハンドコントローラーでは、確か1回、お試し程度にしか踊っていなかったため、今回、ハンドコントローラーでもフルパーフェクトを取ることを目指してトライしました。では、まず1回目にプレイした時の様子です。このマップを踊るのは数ヶ月ぶりでしたが、なんとなく振り付けは覚えていたので、どういうタイミングで手を動かすのが良いのか、というのを探りながらプレイしています。もしこれが初めてプレイするマップだった場合は、踊りながら振り付けを覚えるところから始めます。チャイコさんは初めてのマップを踊るときは、事前に映像を見てある程度振り付けを覚えておくのですか？それとも、予習したりはせず、ぶっつけ本番で踊るという感じなのでしょうか？私の場合、事前に予習はしません。毎年新しいエディションの発売が近づくと、各収録曲のトレーラーが公開されますが、その時も、こんな曲が収録されるんだという感じに見る程度で、どういう振り付けになっているのかを細かく見たりはしないです。事前に振り付けを覚えても、いざジョイコンを持って踊ってみると全く感覚が違ってしまい、結局また一から覚え直すことになるので、実際にプレイして体を動かしながら、振り付けを体に感覚として覚え込ませるようにしています。で、トレーニングシーズンですが、最初プレイした感覚としては、ちゃんと動きのタイミングを合わせれば、パーフェクトは取れるのかなという印象でした。まあ、そのタイミングを合わせるというのが難しいんですけど。その中で、最初につまずいたのが、この手を回す動きでした。ここはどういうタイミングで動かすのが正解なのか、最初は全く読めませんでした。そんなこんなで、1回目にプレイした結果がこちらになります。ここから一つ一つの動きを修正していくわけですね。はい。あとは何度も繰り返しプレイして、どうすればパーフェクトが取れるのかを探っていきます。まずは、先ほどの腕を回す動作です。この直前が、拍子を意識した動きになっているので、腕を回すときも、回し始めと向きを変えるタイミングが重要なのかと思い、一生懸命タイミングを合わせようとしたのですが、どうやらそうではないようだと気づき、いろいろな方法を試していたところ、ふとパーフェクトが取れたことがあったんです。で、その時どういう動きをしていたかを振り返った時に、ふんわりと動かしていたという感触が手に残っていました。なので、このふんわりというのが鍵なんだと思い、そこからはタイミングはあまり意識せず、メリハリをつけずに、柔らかく動かすようにしたら、ほぼ確実にパーフェクトが取れるようになりました。ふとした瞬間に解決方法が見つかることがあるんですね。はい。今回はたまたますぐに解決方法が分かりましたが、偶然パーフェクトが取れたとしても、何が良かったのか分からずに引き続き悩み続けることも多いです。次につまずいたのが、ここの動きのタイミングです。このムーブは曲中に2回出てくるのですが、2回目は自然に問題なくできます。ですが、1回目の方がなかなかタイミングが忘れられませんでした。そこで、
なぜ2回目はうまくいくのかというのを考えてみました。2つの動きの違いが何かわかりますか？もしかして2回目は直前の動きが4拍目まであるのに対して1回目は4拍目の動きがないということですか？はい、そうです。直前の動きが4拍目まであれば、次の1拍目も無理なくカウントできるのですが、この4拍目が空拍になっていることで、次の1拍目のタイミングを合わせることが難しかったようです。なので1回目も、心の中でこの4拍目を感じるようにしたら、自然にタイミングを合わせることができるようになりました。なるほど。こんな感じでパーフェクトが取れる箇所を増やしていき、7回プレイした時点でここまでスコアが伸びました。フルパーフェクトまであと少しじゃないですか。そう思いますよね。ですが、ここからが長いんです。私のよくあるパターンとして、何回か踊った時点で、ある程度のスコアを取ることができるようになります。そうしたら次は、これらのミスをなくして、全部パーフェクトを取れるようにしようという段階になります。そうすると、ミスなく踊ろうと意識しすぎて、あれこれ考えすぎるあまり、逆にミスが増えるという現象が起きます。この状態を脱するのにいつも苦労します。なるほど。最初のうちはなんとなくで成功していた箇所も、何回か繰り返していくうちにだんだんと感覚がずれてきてミスをするようになる、ということもあります。なので、可能な限り一つ一つの動きをちゃんと理解して、どうすれば確実にパーフェクトが取れるのか、それを何度も繰り返し踊りながら、体に覚え込ませるようにします。では、トレーニングシーズンでは具体的にどうやったのかを教えてください。はい。では、冒頭の部分はちょっと飛ばして、途中から見ていきます。このあたりは、手の動きをしっかり拍子に合わせるようにします。次の拳で叩くような動作ですが、私の場合、たまにタイミングが遅くなってパーフェクトを取りこぼすことがあったので、意識的に早めに動かすようにしました。ここは円の動きを意識しながらも、しっかりと拍子を感じるようにしています。ここは、先ほど説明したようにふんわりと腕を回し、その流れで自然に動きを止めて、手を下に下げます。ここは手を下げるタイミングがずれないように、何度も踊ってタイミングを体で覚えました。ここも拍子にしっかりと合わせます。ここは手を上げた時だけではなく、手を上げ始めるタイミングも拍子に合わせるようにします。ここは手を下げ始めるタイミングがずれないように注意します。ムーブアイコンがここに来たタイミングで手を前に持ってきて、このゴールドムーブもタイミングを外さないようにします。曲の後半に出てくるこのパートは、変に拍子を意識するよりも、メロディーに合わせるようにして動いた方がやりやすかったので、心の中で歌いながら、体で感覚を覚えました。このムーブは先ほど説明した通りです。あとはこれまでと同じ動きが続きます。では、先ほど飛ばした冒頭の部分ですが、私はここを理解するのに一番時間がかかりました。まず1拍目で手を上げ始め、4拍目で手を頭の上で止めます。たまに、この4拍目のタイミングがうまくつかめなくてパーフェクトを取りこぼすことがあったのですが、どうやら失敗するときは、手を上げ始めるタイミングが曖昧になっていて、そのことで拍をしっかりカウントできず、4拍目が合わせにくかったようです。この手を上げ始める1拍目のタイミングもしっかり感じるようにしたら改善しました。次は拍子に合わせて、だんだんと手を下げてきます。そして次の動作ですが、ここの判定がかなりの高確率でスーパーになってしまうので、きっと動かし始めるタイミングがずれているのかと思い、一生懸命拍子に合わせるようにしました。しかし、それでも改善しなかったので、もしかしたら原因はこのムーブにあるのではなく、直前の動きが問題なのではないかと推測しました。いろいろ試した結果、どうやら手を下げるタイミングが遅くなっていたようで、気持ち早めに動かし、4回目の手を止めるタイミングがちょっとだけ早くなるようにしました。そうしたら次の判定が、すんなりとパーフェクトを取れるようになりました。直前の動きが次の判定に影響することもあるんですね。はい。たまたま判定が画面に表示されるタイミングが次の動きに被っているので、次の動きの判定が下がっているように見えているだけなのかもしれませんが、どうしても原因がわからない場合は、
前後の動きも見直すようにしています。と、こういった感じで一つ一つの動きを見直しパーフェクトが取れる確率を上げていった結果、いや、下がるんかい。フルパーフェクトいきましたね。はい。あれ、あまり嬉しそうではないですね。正直もうちょっとスコアが高いと良いなと感じました。これまでの動画でもお話ししていますが、すべてパーフェクトが取れたからといって、必ずしも満点の13,333点がもらえるわけではありません。一つ一つの動きの出来がいまいちだと、13,200点台、ひどい時だと13,100点台しかもらえないなんてこともあります。私の中での合格点は13,300点で、いつもフルパーフェクトを取る、かつこのスコアを超えるということを目指してやっています。今回、その目標は達成できているのですが、まだ改善できる余地はあるのではないか、というのと、あと、動画を作るにあたって、もうちょっと高いスコアの方が見栄えが良いんじゃないかという下心もあって、さらに練習を続けることにしました。向上心がありますね。で、ここでもやはり、いろいろ考えすぎることによってスコアが落ちるという現象が起きます。細かい手の動きができていないから減点されるのか、とか、もっと大きく動いた方が良いのか、などを試してみたのですが、スコアが上がる気配はなく、行き詰まってしまいました。そこで、気分転換に他の曲でも踊ろうと思って、ちょうど目についたカルビン・ハリスのサマーをプレイしました。このマップも、フルパーフェクトを取るためにトレーニングシーズンと同じような道筋をたどっていて、いろいろ試行錯誤した結果、13,300点以上のスコアを取ることができていました。で、今回2週間ぶりぐらいにプレイしたのですが、以前踊った時と比べて、びっくりするぐらい軽く体が動いて、気持ちよいぐらい楽にパーフェクトが決まったんです。そして、すんなりハイスコアを更新することができました。この曲はエレクトロニックダンスミュージックで、トレーニングシーズンに比べて4つ打ちのビートがとてもはっきりしています。おそらくトレーニングシーズンで、調子に合わせることに散々苦労した後にこの曲を踊ったので、体が楽に音楽に乗ることができたんだと思います。音楽にちゃんと乗れた状態で踊ると、スコアにも反映されるんですね。はい。そこでトレーニングシーズンに足りなかったのはこれなのかと悟り、音楽を体で感じて踊る、ということに集中してプレイした結果、ちょっとですがスコアを伸ばすことができました。やりましたね。はい。正直あと10点ぐらい上げられたらよかったのですが、挑戦を始めてからここに来るまでにすでに1週間ぐらい時間をかけていたので、今回はこの点数で良しとすることにしました。そうですね。そこでふと、ここまで練習したのだから、今カメラコントローラーでプレイしたら、もっと上手に踊れるんじゃないかと思いました。そして踊ってみた結果がこちらです。練習した甲斐がありましたね。はい。ハンドコントローラーでは 100% 納得がいく結果とは言えませんでしたが、それなりに時間をかけて取り組んだことで自分の中に経験が蓄積されていって、このカメラコントローラーや先ほどのサマーのように、形は違えど、ちゃんと結果が自分に返ってくる。こういう経験ができるからジャストダンスはやめられないと、今回改めて思いました。以上が、私のジャストダンス攻略の裏側でした。ハイスコアを取るまでの過程で、様々なことを考えているんだということが分かりました。そうですね。私はかなり頭を使って理解していくタイプだと思います。私はダンスの知識や技術があるわけではないですし、天才的なリズム感を身につけているわけでもありません。本当に才能のある人だったらちょっと踊っただけですぐにコツをつかんで、すぐに高いスコアを取ることができるんでしょうけど、私はそうはいかないので、体と頭の両方で理解しないとうまく動けないです。よく言えば、一つ一つの動きをちゃんと理解している、ということになりますが、頭で考えすぎてしまうあまり、動きがぎこちなくなって、フルパーフェクトは取れるけどスコアは低い、ということが多々あるので、もっと感覚で振り付けや音楽を理解して踊れるようになれたら良いなと思っています。他のプレイヤーさんたちがスコアを上げるために、どういう工夫をされているのか知りたいですね。はい。ぜひ知りたいです。では、今回の動画は以上です。少しは参考になったよとか、興味深かったよと思っていただけたなら幸いです。今回もご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお会いいたしましょう。